こんにちは。今回は美しい立ち姿勢について学びましょう。はい、美しい立ち姿勢と切っても切り離せないのが足です。そこで女性ならみんな綺麗な足に憧れますよね。しかし実際にはなぜ私の足は太いの？こんな悩みを抱える女性は少なくありません。ストイックに運動をしているわけでもない、それどころか足を細くするためにトレーニングしているのに全く足が細くならない。それどころかどんどん足ががっちりしてきた。では一体なぜそんなことが起きるんでしょうか？それは下半身の特定の筋肉に余計な力が入るような姿勢で立ったり歩いたりしているからです。間違った体の使い方をしている可能性が高い。要するに足ががっちり、太く見える原因は皆さんの日常的な姿勢にあります。皆さん想像してみてください。アスリートではなく一般の人の場合、トレーニングする時間は長くても1時間程度です。ところが日常的にさまざまな姿勢をとる時間はどうでしょうか？立ち仕事であれ、デスクワークであれ、営業職であれ、仕事をしているであろう、少なくとも 7,8 時間はその人の癖や特徴が現れた姿勢でいることになります。だから崩れた姿勢で長時間いたら下半身の特定の筋肉に集中的に負荷がかかるので、当然のように足は太くなっていきます。そこでここからはダメな姿勢と理想的な姿勢について解説します。そして正しい姿勢をキープするために必要なコンディショニングのやり方を提案します。はい、例を2つ挙げると、緊張した筋肉をリラックスさせる方法、弱い筋肉に力が入りやすくなる方法。ではまずダメな姿勢からです。単純化した例を2つ用意しました。太ももに過剰な負荷がかかりやすい典型的な姿勢です。つまり太ももに過剰な負荷がかかるイコール足が太く見える。丸1、片足体重で立つ癖がある。片足体重で立っていると足の外側に荷重することになるので、足の外側の筋肉だけが発達していきます。言い換えると足の内側の筋肉が使われないので内ももはたるんでいきます。ですから下半身全体がバランスよく見えないし、角度によっては太く見えてしまうことがあります。丸2、骨盤が過度に前傾している。この場合膝を伸ばす力が強すぎることが問題になります。膝を伸ばす力が強すぎると骨盤が過度に前傾して大腿四頭筋やハムストリングス、ふくらはぎの筋肉は緊張して硬くなります。そして柔軟性が低下してしまいます。すると連鎖的に股関節の動きも悪くなるので、スクワットのような動作で股関節の動きが制限されてしまいます。股関節が使えないので、その代わりに太ももやふくらはぎの筋肉に過剰な力が入って発達します。結果的に下半身全体ががっちりして太くなっていきます。1、2、いずれにも共通するのは下半身の特定の筋肉に過剰な負荷をかけ続けているという点です。大きな負荷が長時間かかることで筋肉はそれを耐えるために緊張し、徐々に発揮できる力が強くなって最終的に筋肉が太くなるという反応が起こります。これはトレーニングによる一般的な反応と同じですが、崩れた姿勢のままでいる場合も同様なんです。下半身のどこかに不適切な負荷がかかり続けて立っているだけで、常に足を不適切な状態で
鍛えているということになるんです。はい、ここで余談になりますが、脂肪太りで足が太く見えるパターンにも触れておきますね。それは骨盤が後傾しているパターンです。この場合、膝を伸ばす力が弱くなります。さらに膝を伸ばす力が弱いと連鎖的にお尻やふくらはぎの筋力も弱くなります。すると下半身全体は脂肪でたるんでいきます。この場合、適正体重をオーバーするほど過体重でなければ必ずしも足が太くなるわけではありません。むしろ、細く見えることもあります。しかし、たとえ細く見えても体を支える力が弱いので、いわゆるガリガリな見た目になって見栄えの良さとは程遠くなります。話を戻しましょう。美容とは程遠いほど筋肉が発達した太い足になりたくなかったら、下半身の特定の筋肉だけに過剰な力が入らない立ち方を身につける必要があります。そこで何を意識すればいいのか、そこで注目してもらいたいのが体の軸です。では立ち姿勢で体の軸をチェックしてみましょう。チェックの際は2つの項目を確認します。1つ目、体の中心を正面と横から見る。2、外反母趾の機能的チェック。母趾を動かさずに他の側趾を開いたり、曲げたりできるか。1と2の全てを意識した姿勢を、10秒間キープしてみましょう。それでは皆さん一緒にやってみましょう。はい、ではお腹に手を当てます。では、背筋を伸ばした状態でお腹を可能な限りへこめましょう。使ったという人は正しい姿勢をキープするだけのインナーマッスルの筋力がない証拠です。しかし、適切なトレーニングを継続していけばインナーマッスルは強くなり、正しい姿勢をキープできるようになります。つまり努力次第であなたの姿勢は確実に変わります。それではこの姿勢を日常生活でキープするためのコンディショニングを紹介していきます。ぜひトライしてください。
した立ち方をしてみましょう。チェック法は2点です。お腹に、手を当てます。横向きになって背筋をまっすぐと伸ばした状態になります。はい、最初にやった時よりもこんな変化を感じやすくなっているはずです。しかしすぐには効果を実感できない、うまくできないという人も諦めないでください。継続していけば必ず効果が出ます。重要なことは1回でたくさんやることではなく、1日に決めた量を継続することです。つまり三日坊主で終わらせずに定期的に行う習慣をつけるんです。きついと感じた人は最初は1日1回のセッションでもいいし、1回のセッションで各エクササイズを10回1セットでも構いません。とにかく継続してください。そして日常の中で立っている時に正しい立ち方を意識してみてください。姿勢が綺麗な人は老若男女、古今東西関係なく魅力的なんです。あなたの理想を思い描きながら頑張っていきましょう。はい、皆さん、今回の動画いかがでしたでしょうか。参考になったよという方はぜひいいねボタンをお願いします。あとはこんな運動をやってほしいなど、ご要望ございましたらぜひコメント欄にお願いします。あとは、各 SNS、Facebook、Twitter、Instagram やっておりますのでぜひチェックをお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。